ここは知る人ぞ知る都内のとある喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここでは格闘ゲームを愛するプレイヤーたちが日々格闘談義に花を咲かせ、熱いゲームバトルを繰り広げています。今夜は別冊ということで特別編をお届けします。いつかです。はめこでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。マスターのはめこ、数々のビッグイベントで実況解説を務め、ゲーム記事の執筆をこなす格ゲー通。アルバイトのいつか、ガールズバンドのギタリストとして活躍中、格ゲー初心者のゲーム大好き女子。今日は私たちね、急遽お店を休んで、そうなの。板橋区の方に来ているんですけれども、はいね、最近格闘ゲームを始めたということで、ぜひとも、格闘ゲームを始めた人には来てもらいたいところがあって、せっかくなんでちょっと一緒に行こうかなと。行ってみたいです。めっちゃ楽しみです。早速行ってみましょう。行ってみます。2人がやってきたのは格ゲープレイヤーの原点ともいえるゲームセンター、ゲームニュートン大山店。実はですね、今この活躍してるそのトップのプロ格闘ゲーマーの人たちっていうのは、みんなもともとこのゲームセンターで腕を磨いてきたんですよ。そうなんですよ。原点ともいえる。そうなんです。ぜひとも覗いてみたいです。はい。早速2人は店内へ。格ゲーのアーケード球体だけが並ぶ店内は、格ゲーを愛するプレイヤーたちの憩いの場所になっています。気になるタイトルで遊んでみましょう。このゲームはぜひやってほしいですね。バーチャファイター5ファイナルショーダウン。やりますやります。2人が最初に選んだのはバーチャファイター5ファイナルショーダウン。これが同時押しで投げ、やめた。違う、ガードはこれ。やられてしまった。次にこのストリートファイター3サードストライクをやってほしいんですけど、ワンプレイ50円なんですよ。両替機もゲームセンターならでは。おすすめのこいつを。続いてプレイしたゲームはストリートファイター3サードストライク。いつかが選んだのは高い体力と攻撃力を誇るヒューゴ。隙がでかすぎる。隙がでかすぎる。あの窓めっちゃ可愛いです。見事に勝ちました。やった勝った。さらにキングオブファイターズ14をプレイ。時間忘れて夢中になっているいつかですが、はめこからある提案が。ゲームセンターならではと言っていい、乱入というのをですね、ぜひチャレンジしてもらいたいなと思っていて。はい。ゲームセンターのゲーム、格闘ゲームはその人がやってるところにお金を入れると、対戦を挑めるんですよ。ということでいつかゲームセンターの醍醐味乱入にチャレンジ。挑むタイトルはスーパーストリートファイター 2X。 いつかはお気に入りのキャラクターザンギエフを選択。果たして勝つことはできるのか。そうなんですか。惜しい。同乗しが難しいんです。やってみたい。スタンサでボタンを。いつかピンチ。まずい。いいよ。連打。まだある。だが。おいよ。投げられた。でもダメージは与えましたね。初めての乱入は敗北。でもいつかちょっと満足げです。本気の戦ってくれた相手と初めて戦えた。ゲームセンターって結構不思議で、今の e スポーツのシーンだと対戦した後に握手とかをしたり、なんか健闘をたたえ合うんですけど、ゲームセンターってその相手の顔を知らないままに対戦が行われて、知らないままに別れたりするんですよ。そうなんですか。だからそれはちょっと文化っていうか、だからいろんな人がここにゲームセンターに来て、そこでそのゲームを通じてその何か会話をするなり対戦するなりして、そのまま去っていく。なるほど、ゲームが会話。そうなんですよ。格ゲー初心者いつかがアーケードゲームを体験。
初めての乱入は負けてしまいましたがリベンジを目指します。ストリートファイター5タイプアーケード。またガイルだよ。なんでいやさっきよりは近づきやすいやつです。なんと今回の相手もガイル。果たしてリベンジなるか。いいっすよ。相手 OK。ガーダメだ。ド。はい。あ、やば。いいよ。なんでそんなに打つんだ。そういうキャラだから。いつかのスクリューパイルドライバーが炸裂。このまま押し切れるか。よし。あ、やばい。ガード絡めましょう。ガード。よし。大丈夫。お互いの体力はほぼイーブン。前線しています。あ、向いてるか。はまった。あ、こっちだ。いいよ。なんだこれは。そっちや。端すぎる。離して。離す。いいよ。徐々に追い詰められるいつか。ダメだ。ガード。ガード。ガード。飛んじゃった。こういうことか。私。ガードすれば死なない。そういうゲームです。作る。なんとか反撃を試みますが惜しい。大丈夫。まだあります。第1ラウンドは負けてしまいましたが勝負はまだこれから。出すぞ。私は出す。まずはガードして、はい。外で自分のゲージ溜まる。あと一発ガードするとゲージがまたなのでこれでいける。はい。引いたー。開始早々いつかのクリティカルアーツがヒット。相手の体力を大きく削ります。ガード。いいよ。ダメだ。しゃがんで中継。惜しい。ダメだ。ガード。ガード。いいよ。いつか優勢。このまま行きたいところですがこれは嫌いだ。ガイルのサマーソルトキックが連続ヒット。いつか踏ん張りどころです。惜しい。こっちか。 V トレが溜まりました。惜しい。惜しい。しゃがまれたか。よっしゃ。まだ残ってます。まだ残ってる。ダッシュガード。相手の体力はあとわずか。相手もね技が強い。見事第2ラウンドを取りました。勝敗が決まるファイナルラウンド。ジャンプ。やられた。ちょっと遠かったか。ガード。そう溜まった。ゲージ溜まりましたよ。一気に体力を削られるいつか。はい。シュパのスクリューパイルド。惜しい。そういう感じ。いるからダメだ。いつかピンチ。このまま負けてしまうのかとここでスクリューパイルドライバーが炸裂。いつかの EX ゲージが全て溜まりました。惜しい。ゲージ乗った。はい。違う。これもうダッシュから出しましょう。そしてクリティカルアーツを発動し見事逆転。すごっ。ダッシュからボリショイロシアンスープレックスで KO。いつか見事勝利。喜びを隠せません。特訓の成果かスクリューパイルドライバーからクリティカルアーツボリショイロシアンスープレックス。溜まったゲージをうまく利用した見事な戦いぶりでした。めっちゃ楽しかったのはありますし、なんか、いい試合ができたなって自分では思いました。勝ってましたからね。一生だけ。アーケードゲームを堪能したところでハメコがゲームセンター界の重鎮をいつかに紹介。ゲームニュートンのオーナー松田康明さんです。ユニバーサルグラビティ代表。伝説の格闘ゲームイベント闘撃の発起人の一人で現在の e スポーツイベントでも運営などのキーマンとして活躍を続けている人物。ゲームセンターという格ゲーの最前線で20年以上格ゲーシーンを支えてきた松田さんにその思いなどいろいろとインタビューさせていただきました。
もともとゲーセンがすごい大好きで、その辺にいる超ゲーセン大好きっ子だったんですよ。小学校の時ってなんか大人しか入っちゃいけないみたいな薄暗い、今みたいな明るい店舗少なかったんでちょっと薄暗い空間だったんですけど、その時に入って当時何だったかな、もう新しいちょっと新しめでしか覚えてないんですけど、やっぱグラディウスとか魔界村とかそういうゲームをやっぱガキの頃見た時に、いやすごいことになってると思って、で遊んでみたんですけどめっちゃ面白くて、もうどっぷりハマっちゃいましたね。でたまたまなんですけど板橋区に新規でオープンするゲームセンターがあって、でそこでまあすごい頑張ってたら2年ちょいぐらいで店長になったんですよ。いろんなコミュニティができてきてっていうとこですかね。もともとゲーム大好きっていう感じです。ゲームセンターならではのなんかめっちゃいいところみたいな。まあ強いて言うなら、もう業種とかもう学歴とかも何にも違う人たちがみんな一堂に会してみんなで遊ぶところがすごい魅力だと思いますね。いろんな人が来るじゃないですかゲームセンターって。でもいちいちやっぱりどんな仕事してますかなんて聞かないんでゲームセンターってもう来た人はもう自由なんで、そういう人たちが一堂に1個のゲームでみんなで遊ぶっていうのが一番の魅力だと思います。もうこのオフラインならではの魅力だと思いますね。はい、ゲームの前にはみんな平等というか。そうですね。ゲームセンターのみんなでまあ景気が良かった時は全部のメーカーさんが公式全国大会っていうのをやってくれたりしてたんですよ。景気がどんどん悪くなって、もうゲーム大会とか公式が本当なくなっちゃほとんどすごい少なくなってきた時期あったんですよ。ゲームセンターの仲いいオーナー同士でちょっと話し合いとかよくやってて、もうみんなでちょっと力を合わせて大きい全国大会やってみようっていう話を、まあ最初は本当飲み屋とかでちょろちょろ始まった話なんですけど、どんどん具現化していって、だから全国のゲームセンターを雑誌で募集してもらって、でまあ400店舗ぐらいかな応募してもらって、本当北海道から沖縄までいろんなゲームセンターが応募してくれて、でその決勝その店舗で全部予選をやってもらって、決勝大会を幕張メッセでやるっていうのが第1回目、まあ超気合でやりましたね。その当時の格闘ゲームプレイヤーからするともう本当に甲子園なんですよ攻撃って、その出ることだけでもすごい価値があって、今でも活躍してるそのプロの選手とか、そのいろんなところで名前が知れてるプレイヤーのほとんどは闘撃の時代にもうすでに頭角を荒らしてたり優勝してたりっていう人がほとんどなんですよね。そうですね。e スポーツって言われてる現状に対して否定的な意見の人もかなりたくさんいるんですけど、僕は全然肯定派というか、それによって仕事が生まれたり、活躍する場が生まれたりすることってめちゃくちゃいいことだと思ってるし、まあ今はブームっていう風にいろんなところで言われてるから、3年ぐらいしたら終わるんじゃないのとかいろいろ聞くんですけど、30年やってる僕からしたら、そんなんで終わるような感じがしないですもん。もうゲームなんて目も向けてもらえなかったような大企業の方たちもすごいやっぱり未来を見据えてというか、先行投資してくれてる部分もあるんで、僕は本当にブームだとは思ってないし、これからもいい風になるように努力していこうかなっていうふうに思ってます。いわゆるそのメーカー公式のイベントだったりとか、大きなゲーム大会のイベントっていうところをその松田さんの会社が回してるっていうのが、そのスタッフの方々がそれこそそのゲームセンターに来たゲームが好きな人たちなんですよね。はい、そうですね。ゲームリテラシーが高い人しかいないんで、もともと僕もイベントとかでやっぱまずニュートンのアルバイトスタッフとして使ってみて、すごい接客も良かったりゲームの知識も増えてきた子とかをどんどん外に出したりしてるんですけど、やっぱそうするとやっぱ普通のイベント会社さんと違ってゲームのこと全部分かってる人たちが来てくれるから、メーカーさんにめっちゃ喜ばれるんですよ。それってそのニュートン経営してなかったら多分それってできなかったと思うんですよ。今でもゲームセンターちゃんと運営してるっていう価値の一つのところなのかなって個人的には思っていて、信頼関係もすごい生まれてるし、あともともとやっぱお客さんだった子とかでやっぱゲーム大好きすぎてゲームの仕事つきたいって言ってるメンバーとかで全国回れたりしてるんで、なんかある意味ちょっと夢も叶ってるし、いいかなと。松田さん、貴重なお話をありがとうございました。必見はめこ先生が教える格言用語講座。
ここからは勤務時間外なんですけど、いつかちゃんにですね、格闘ゲームの用語をですね教えていこうというコーナーが始まります。たくさんあります。たくさんある。はい。何言ってんだこいつと。はい。思ってたわけですね。はい、思ってました。いろいろと。まず私キャンセルっていうのが。キャンセル。はい。例えばこの竜、今自分がさ使ってるこの竜なんですけど、中キック、しゃがみ中キックってことで、相手の足をこう蹴る技なんですね。しゃがみ中キックをした後、よく見ると足を引っ込める動きがあるのがわかります。技を出す準備モーションと技を出した瞬間、攻撃判定が出るっていうんですけど、とその後技が終わった後の隙があるんです。なるほど。格闘ゲームで言われてるキャンセルっていうのは、すごくシンプルに言うと、技がその出終わった後の隙があると言いましたよね。足を引っ込めるモーション、これをキャンセル、中断する。しゃがみ中キックの出てるところをキャンセルして中断してすぐ波動拳が出るんですよ。技の戻りモーションを待たずに次の動作につなげる、それがキャンセル。また次。はい、めくり。めくり。はい。通常のジャンプ攻撃、これガードしてます。ただこの中でジャンプ攻撃によるめくり、これがあるとガードしてみてくださいね。これできますよね。できないでしょ。何それ。ほら。通常ガードは相手の動きと逆方向に入れます。めくり攻撃って相手と位置が入れ替わってるんです。ガード方向が逆に変わるんですね。相手が自分の後ろに、ずっと相手の後ろに方向を入れなきゃいけないのに、相手がこう飛び越えてきてる。あ、そういうことですね。でこの時蹴っ飛ばしてる時の足やられ方見てください。背中の皮をめくってるんですね。本当ですか。このように。ああ、なるほどなるほど。実はめくりって背中の皮めくりの逆なんです。ああ、そっから語源が来てるんだ。そうなんです。相手の背中を狙って裏表を分かりにくくし攻撃を当てるテクニック。相手の攻撃をもしガードしてもダメージ基本的に受けないじゃないですか。しゃがんでみてください。こうガードしても打撃の体力が減らない。でも必殺技をガードすると実はちょっとずつ体力が減ってますね。削れていく。これを削りと言います。なるほど。特定の技でガードしている相手の体力を少しずつ減らす、それが削り。そしてストリートファイター5ならではのシステムも。相手の攻撃、中攻撃や強攻撃、強い技をガードすると、このようによく見るとですね、体力が白くなってきますよね。なってます。これはいわゆる、白ダメージと言われている、白ダメージ、リカバリアブルゲージと言われていて、この白ゲージは実は時間が経つと回復します。本当だ。白ゲージは時間とともに回復。さらにストリートファイター5の削りの特徴は、体力もやばい。もうやばいです。でもなんと必殺技で削られて負けることはないんですよ。なんでですか。そういう風になってます。ただこれはゲームによって結構違って、この必殺技でも削って倒せるゲームもあれば、ストリートファイター5みたいに必殺技では倒せない。ただこのストリートファイター5には、クリティカルアーツ、超必殺技がありますよね。ゲージを3本使うことで出せる技、打撃の技だったり飛び道具のクリティカルアーツは、なんと相手のガードを削りながら倒していることができるっていう仕組みになってます。相手の体力がわずかな時、削りでフィニッシュを狙うこともストリートファイター5では重要なテクニックとなります。本日学んだ格ゲー用語はこちら。皆さんもぜひ使ってみてくださいね。世界で行われている、ツアー式大会というところをちょっとですね、ご説明していきたいなと思います。お願いします。世界ツアー大会鉄拳ワールドツアーカプコンプロツアーとは、ランキング解説も。鉄拳ワールドツアーから説明していきましょうか。鉄拳ワールドツアー2019、タイ・バンコクで12月7日8日に開催される世界決勝大会。ポイントランキング上位19名と現地最終予選優勝者の計20名が出場。現在19位までがこのような形になっていて、そのちらっと見て分かるのが韓国国旗がすごく多い、すごく多いですね。ということですね。非常にその鉄拳は韓国のレベルが高いというのがあって、現在ランキング1位は2位選手。鉄拳といえば2位と言われるほどの有名選手です。この人なんとそのマスター大会のところで、本当に
上位にすごい入賞、もう3回優勝してるのと、エボリューションで準優勝したことで、もうこれ以上マスター大会出ても意味がありません。ポイント取っても更新されないぐらいの点数を持ってるんですね。ちなみにここの国旗わかりますか？縦線。アベルデルマエストロって選手。マエストロ、イタリアではない。でもイタリアではない。イタリアじゃない。ペルーです。ペルー。ペルーの一番強い選手が今10位に入ってて、やっぱりいろんな地域がつまり強いっていうことが結構わかると思います。アメリカも強いですし、これフランスです。フランス。スーパー悪魔っていうプレーですね。パキスタンがあってペルーまで。果たして19位まで誰が入ってくるのか。楽しみですね。楽しみにしていてください。続いてカプコンプロツアー2019、カプコンカップ前年度優勝者とグローバルポイント上位26名、地域決勝優勝者4名、最終予選優勝者の計32名が出場。まずアジア優勝がポイントランキング内にいるので、これが繰り下がります。アジア代表の人で別の人が出る形になるんですね。今30位にいる板橋産業選手、これがもともとの当落27位の下の中で一番最初にいる、一番上位にいるアジア地区の選手なんで、この藤村選手がアジア大会に優勝したことで、この板橋産業選手がアジア代表権利を得ることができるというふうになってます。上位の方はもう安定した成績ですよね。ポイント見てください。4000ポイント近く持ってます、パンク。本当にすごい。アメリカも代表するそのね、時戸とパンクのエボリューションの決勝戦といえば語り草になっている、そのパンクが今年も大活躍していまして、ボンちゃん選手、時戸選手が2位と3位、以前番組のゲストで来てくれました。他の日本人上位選手にも注目です。その日本の選手が強いということが分かるようなランキングにはなっているんですけど、とはいえそのいろんな国、例えばそのビッグバードっていうのはアラブ首長国のビッグバード、アングリーバード一緒ですよね。アラブ首長国連邦の非常に強力なプレイヤーですとか、イギリスのプロブレム X ですね。これは昨年度のエボリューション優勝したイギリス、ヨーロッパを本当に代表する一人であるとか、本当にその各国から本当に強い人たちが集うので、なるほど、非常に楽しみですね。楽しみです。格ゲーの世界ツアー大会、年末にかけて行われる決勝大会へ向け、出場できる選手は誰になるのか、今後も見逃せません。はい、ということでそろそろお時間なんですけれども、石川さんどうでした、このゲームセンターニュートン。なんかそのいろんな今いるプロゲーマーの方たちがこういう実機で腕を磨いてきたっていうのもあって、その松田さんの話も伺って、なんかものすごい思い出が詰まった場所、ゲームセンターっていうのはそういうとこなんだなと思って、なんか懐かしい気持ちに近い感情を抱きました、ゲームセンターに。楽しんでもらえてよかったです。ということで、僕たちが出演している「格撃喫茶ハメジュン」は金曜夜11時半から放送中ですので、ぜひそちらもチェックお願いいたします。お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。